行ってきますと言わなくなった朝がいつからだったかは覚えていない。ただ、君の部屋から笑い声が消えて、時間が止まったように静かになったことは、はっきりと覚えている。最初は風邪かと思った。次の日も少し休ませてという君に、私は無理しなくていいよと言った。でも、3日目も、1週間経っても、君は布団の中から出てこなかった。君は中学2年生。繊細で、人の顔色を読むのが早すぎる子だった。小さなことでも傷つき、大きな声が苦手で、友達の輪の中に自分の声を押し込むのが少し下手だった。ある朝、思い切って部屋に入ると、君は窓の外をじっと見つめていた。学校、怖いと聞くと、君はただ小さくうなずいた。その肩が震えているのを見た瞬間、私は何も言えなくなった。それから、毎日が手探りだった。学校からのプリントを渡しても手は出ない。お弁当を作っても半分も食べられない。でも、私は決めたんだ。君の心がもう一度歩き出すまでそばにいるって。ある日、図書館から借りてきた本を何気なく机に置いた。それはいじめを受けた少年が自分を取り戻していく物語。数日後、本が少しだけずれていた。読んだんだと気づいて、私は嬉しくて泣きそうになった。それからも小さな変化を見逃さないようにした。君がおはようと言った日、私の心は跳ねた。コンビニに行きたいと言った日、外の光がこんなに暖かいのかと気づいた。やがて君は週に一度だけ夜に散歩に出かけるようになった。誰もいない時間にゆっくりと外の世界に足を伸ばす。最初は5分だけ、次は10分、少しずつ少しずつ。ある日、君は言った。学校にはまだ行けないけど勉強はしたい。その言葉は何よりも強くて美しかった。歩き出すってこういうことなんだと教えてくれた。私たちはただ元に戻るのではなく、新しい形を探すことにした。通信制の高校を調べ、フリースクールに相談に行った。君が自分の足で自分の未来を選べるように。君はまだ教室のドアは開けられないかもしれない。でも心のドアは少しずつ開いてきた。その勇気を私は誰よりも誇りに思う。あの日から君は少しずつ歩き始めた。止まった時計の針がゆっくりと動き出したように。君がまた笑える日まで私はずっとそばにいる。